寝る間実忘れ、きっとあなたのすぐそばにも。この話はあるスレから見つけたものだ。奥出雲の神社と来社し。あの夜のことを話す前に一つだけ言っておきたい。俺は怖い話とか心霊スポットとか、どちらかというと信じないタイプだった。だけど、あの時見たあれはただの幻じゃない。今でも夢に出てくるんだ。大学2年の夏。俺は仲のいい友人 A と B と3人で旅行に出ることにした。テーマは誰も行ったことがない場所に行こう。いわゆる SNS に載らない秘境。映画につけてきたのは10年前の匿名掲示板のスレッド。そこに書かれていたのは、奥出雲の山奥に写真を撮ると戻ってこれなくなる神社があるというものだった。写真に何かが写る。帰ってきても一人だけ記憶がない。LINEに知らない誰かが写り込む。そんなよくある噂話のような内容だった。B は笑ってネタにちょうどいいじゃんと言い、A もお前ビビってんのと煽ってきた。正直、俺は嫌な感じがしていた。でも、止めるほどの理由もなかった。目的地は地図にも出てこないような場所だった。Google マップで拡大しても表示されず、かろうじて林道らしき道と、朽ちた鳥居のような写真だけが投稿されていた。俺たちは車で奥出雲の集落へと向かった。コンビニもなく、ガソリンスタンドも閉まっている。民宿にチェックインすると、そこは古びた木造の建物で、天井が低く、廊下が少し傾いていた。宿の主人は物静かな老人で、口数が少ない。夜はあまり出歩かん方がいいよとだけ言って、去っていった。夜の11時、俺たちは懐中電灯とスマホを片手に神社へ向かうことにした。電波は弱く、ナビはすぐに止まった。道は舗装されておらず、タイヤの音がゴリゴリと石を踏む音に変わった。車を降り、暗い林道を進んでいくと、やがて鳥居が見えた。月明かりがなく、懐中電灯の光に浮かび上がったその鳥居は、ねじれるように傾いていた。何かがおかしい。空気が異様に重く、音がしなかった。風がない。虫の鳴き声すらない。ただ、静寂が圧のように襲ってくる。拝殿は半壊していた。扉は外れかけ、木の柱には縄のようなものが巻かれている。近くにお札が貼られた石碑が倒れていたが、文字は読めなかった。写真撮ってみるわ。A がスマホを構えた、その瞬間。キキ。小枝が折れるような音が背後から響いた。俺と B は同時に振り返った。だが、誰もいない。それなのに、誰かがいるとしか思えなかった。A は何も言わずに撮影を続けていたが、俺たちはもう帰ろうと促した。その時、拝殿の奥の闇の中で、白い顔が見えた気がした。それは、微動だにせず、ただこっちを見ていた。帰り道、俺たちは無言だった。宿に戻ってシャワーを浴びた後、グループ LINE に A から写真が送られてきた。それを見た瞬間、全身の血が引いた。俺と B と A の3人の背後。暗がりの中に、もう一人、人の顔が映っていた。肩のあたりからぬっと浮かび上がるように顔だけが覗いており、目は真っ黒で、口は笑っていた。加工だろと B が書き込んだが、A からは既読もつかない。直後、A から個別に LINE が届いた。ごめん、変な声が聞こえる。笑ってるんだよ。耳元で。その後、LINE のグループが突如消えた。履歴も、写真も、
何も残っていない。まるで最初から存在していなかったかのように。翌朝、A はいなかった。靴も財布も荷物もあるのに、本人だけが消えていた。宿の主人は見てないなぁと首をかしげていたが、B はひどく怯えていた。夜中、笑い声がしたんだよ。A の声じゃない。知らない誰かが部屋の外から笑ってた。ベッドの上に残された A のスマホには、未送信のメモが残っていた。俺を探すな。写真に写ったあいつに、もう会った。俺たちはすぐに奥出雲を離れた。電車の中で、俺はスマホを確認した。通知が一件。ない、A からのメッセージ。そこには、写真が一枚だけ送られていた。俺が寝ている姿だった。布団の中で目を閉じて眠る自分。そして、スマホのカメラのフレームに、背後の窓の外から白い顔が覗き込んでいた。笑っていた。目だけが真っ黒で、口元だけが妙ににやけていた。それが最後のメッセージだった。それ以降、俺は写真を撮ることができない。夜、目を閉じると、今もあの顔が俺の背後から覗いている気がする。この話は、あるスレから見つけたものだ。この話を人にすると、よく夢でも見たんじゃないのと言われる。でも、それが夢なら、なぜあの写真がまだ俺のスマホに残ってるんだ。A が消えた翌週、俺は警察に相談した。旅行中に友人が行方不明になったと。でも、驚いたことに、警察の記録に宿の予約は存在していなかった。俺たちが泊まったはずの民宿は、数年前に取り壊されていたらしい。あの夜、俺たちはどこにいたんだ。証拠が何一つ残っていない中で、ただ一リアルだったのはあの写真だけだった。笑っている顔。黒い目。外から覗く、異様なまでに歪んだ輪郭。それを最後に、俺はカメラを使うことをやめた。何かを映してしまう気がするから。あれから数年経つけど、今も夜背後に気配を感じる時がある。窓を背にして座っている時とか、スマホの反射で自分の顔を見た時とか、あの顔がまた現れる気がして。この話をここに書き残すのは、誰かに同じような体験をしてほしくないからだ。もし、奥出雲に行く機会があったら、古い鳥居や地図に載らない神社を見かけたとしても、絶対に写真は撮るな。LINEにも残すな。なぜなら、あれは今もどこかで覗いてる。この話は、あるスレから見つけたものだ。不法侵入未遂の夜。これは、俺が大学進学で上京したばかりの頃に体験した、今でも忘れられない恐怖の話だ。あの夜のことを思い出すと、今でも心臓の奥がぞわりと冷たくなる。東京での一人暮らしは、期待と不安が入り混じっていた。地方から出てきて、右も左もわからないまま、俺は古びた木造アパートでの新生活を始めた。6畳一間の小さな部屋。隣の声が筒抜けで、トイレは共同。風呂は近くの銭湯。当時の俺にはそれでも十分だったし、むしろこれが一人暮らしかと少し嬉しかった。あの晩、友達の家で遅くまで過ごして終電を逃した俺は、気温の下がる深夜2時、コンビニの袋を片手に人気のない住宅街を歩いていた。東京の夜は明るいと思っていたけれど、その道だけは街灯が少なく、足音がコツコツと乾いたアスファルトに響く。アパートまであと少しという時、
不意に背後から気配を感じた。振り返ると、10メートルほど後ろに、フードをかぶった人物が歩いていた。この時間に、しかもつけてくるような感覚で、気のせいだろと自分に言い聞かせたが、その足音が俺の歩調と合わせるように速くなっていくのが分かった。アパートの前に着いた瞬間、俺は急に焦り出した。鍵はどこだ？ポケットの中をまさぐる手が震える。その時だった。背後から息遣いが聞こえた。振り向くと、さっきの人物がすぐそこに立っていた。キャップを深くかぶり、顔は影になって見えない。ただ目だけが光っていたような気がした。俺は急いで階段を駆け上がり、自室のドアの前で鍵を差し込もうとした。だが、手が震えてうまく入らない。その時、ドアノブがいきなりガチャガチャと激しく揺れ始めた。何が起きているのか理解できなかった。けれど、やばいという感覚だけが全身を支配した。ドアを閉め、チェーンをかけると同時に、ドア越しに男の声が聞こえた。開けろよ。開けてくれよ。なあ、開けろって。ドアを何度も叩く音、蹴る音、そして低く濁った声。俺は部屋の隅にうずくまり、手元のスマホを握りしめた。110番する勇気がなかった。何か言ったら、何か音を立てたら、このドアの向こうの何かが中に入ってきてしまう気がした。時間の感覚がなくなった。まるで何時間も、あの音と声が続いていたように感じた。だが、不意に全てが止まった。ドアの前から気配が消えた。それでも、すぐに動くことはできなかった。全身が硬直し、呼吸すら浅くなる。やっとの思いで立ち上がり、覗き穴を覗いた。何もいない。翌朝、恐る恐る玄関を開けると、ドアには靴の跡が残っていた。誰にも言えなかった。警察にも友達にも。自分が油断していたという後悔だけが胸に残った。それ以来、夜の帰宅時には必ず鍵を手に持ち、後ろを何度も振り返るようになった。鍵はポケットではなく、すぐに使えるように握って歩く。でも、あの夜の開けろよ、という声は、今でも、ふとした瞬間に頭の中で蘇ってくるんだ。何気ない夜道でも、背後に気配を感じたとき、あの記憶が蘇る。それから数週間が経った。俺はあの夜のことを無理やり忘れようとしていた。でも、それは不可能だった。例えば、夜遅くに外で物音がしたとき、隣の部屋の住人が帰ってきた音がしたとき、コンビニから帰る途中、後ろから足音がしたとき、そのすべてがあの夜と重なってしまう。特にドアノブを揺らす音が頭から離れなかった。眠っている最中でも、その音が幻聴のように耳元に響いた。夢の中で何度もドアを開けてしまう自分がいて、目が覚めると汗びっしょりだった。そしてある日、大学の友人と飲んでいた時に、ふとその話をしてしまった。実はさ、ちょっと怖い体験をしたんだよね。と。友人は真顔になり、こう言った。その地域、前も変な事件があったらしいよ。未遂だったけど、夜中に無施錠の部屋に人が入ろうとしたって。まさか、俺の部屋じゃなかったのか。それとも、俺がその未遂の一件だったのか。考えれば考えるほど、そっとした。東京って、こういう場所なんだろうか。そう思っていたある日、俺はまた夜遅くに帰宅した。例のように、鍵を手に握り、何度も後ろを振り返りながら歩いていた。そして、
アパートの階段の下に差し掛かった時、見てしまった。暗がりの中、階段の影に誰かが立っていた。例のフード付きのジャケット。あの時と同じようなシルエット。けれど、そいつは動かない。ずっと立っている。俺は走って部屋まで駆け上がった。部屋のドアを閉めて、鍵をかけて、チェーンをかけた。だが、その夜は何も起きなかった。ただ、俺は確信したんだ。あれは偶然じゃなかった。俺は何かに目をつけられている。以来、俺はこの体験を日記のように記録するようになった。こうして文章にすれば、少しでも恐怖が薄れる気がしたからだ。そして、これを読んだあなたが、今夜、ふとした瞬間にドアの音が気になった時、それは、あなたにも始まっているのかもしれない。この話は、あるスレから見つけたものだ。この話が本当かどうかは、あなたの想像にお任せします。ご視聴ありがとうございます。高評価、チャンネル登録、また、扱ってほしい話やジャンルなどあれば、コメントでもお願いいたします。闇の向こうで、誰かが呼んでいる気がしたら、